ちは、メイです。今回はシティボーイジャックが都会の生活に疲れて田舎に家を買ったというテーマでやっていきます。ちょっと前から流行っている古民家をリノベーションするものですね。この部屋はインテリアサイトに載っていて、ものすごく感動した部屋をあつ森でアレンジした部屋です。今回のテーマは和風×インダストリアルです。相入れなさそうな2つを組み合わせて部屋を作っていきます。まずは部屋の概要です。部屋の大きさは 10×8、 窓はなしでエントランスは一番左、明るさは白で最大の明るさ、外の時間帯は朝の8時頃です。環境音は光源です。壁紙と床の詳細です。古民家をリノベーションしていくので、床材は新しく、壁は古い感じを残していきます。今回の間取りです。正面から写真を撮らずに矢印の角度から写真を撮るので、この視点にした時に綺麗に見えるように配置していきます。まずはダイニングから作っていきます。リノベーション感を出すために奥に縁側を作ります。ダイニングを作るための下準備として正面の壁を作っていきます。正面に仕切り壁で障子を作って和風な感じを演出していきます。矢印の角度から見た時に仕切り壁の横が見えると映えないので、柱を立てていきます。障子欄間とベランダを蓄光ウォールステッカーで作ります。特に上の障子欄間があるだけで和風感がかなり強まりますね。家具はインダストリアルなものにしたいので、1、アイアンウッドな家具、2、ヴィンテージ感のあるもの、3、無機質な工業製品っぽいもの、この3つを意識しながら選んでいきます。こんな雰囲気の家具ですね。あつ森の家具ならアイアンウッド、ヴィンテージな家具がいいと思います。ダイニングを作ります。和風な感じに合わせるために家具の色は暗めにしていきます。最近の和風な部屋はライトウッド系が多いのですが、ここは古民家なのでダークウッドがメインですね。次はキッチンを作ります。ここにカウンターを作ります。レンガかコンクリートで迷いましたが、レンガにしました。少しだけブルックリンスタイルを取り入れています。キッチンもなるべく無機質なものを選んで、和風な部屋とは真逆な感じにします。古さもある程度は残したいので、木製のロッカーを使っています。この木製ロッカーと色を揃えるためにレンガのカウンターにしました。キッチンを飾り付けます。この時も色を揃えた方がおしゃれに見えるので、なるべくシルバーな家具にしています。色がない時は黒ですね。このキッチン側の壁の色をネイビーやグレーに変えれたらさらにおしゃれでしたね。蓄光ウォールステッカーの上に家具が飾れないのが残念です。放浪のランプでインダストリアルな感じにしていきます。裸電球でも雰囲気が出ると思います。キッチンカウンターの横に柱を立ててメリハリを出します。これでキッチンダイニングの完成です。次はリビングを作ります。盆栽棚を仕切り壁の真ん中に置きます。和洋折衷な部屋なので和風な植物も置けるところが気に入っています。洋風だと和風な植物を置くと少し浮いてしまうので、なかなか置けないんですよね。リビング側は少しだけごちゃっとさせたいので多めに家具を置きます。参考にしたおしゃれな部屋は植物がたくさん置いてあって素敵な雰囲気でした。テレビボードの後ろもウッド系の壁にしてテレビボードと一体感を出します。全部障子よりかは一部に壁があった方がメリハリがつきますよね。かなり一体感が出せました。次は趣味のスペースを作っていきます。この趣味のスペースは音楽が趣味なジャックのために作りました。音楽性の違いで分かれてしまいましたが、以前バンドを組んでいたそうですね。こういう話を聞くと、ジャックっていくつなんだろうと邪推してしまいます。話は戻りますが、こうやってごちゃっと置くときは三角形を意識するとまとまります。手前を低く奥を高くするだけでも、なんか知らんけど雰囲気いいねという感じを出せます。ジャックは骨董品も好きという設定なので埴輪も集めています。勝手なイメージですが、インテリア好きな人は骨董品も好きな気がします。隠れた名品を見つけて飾るとテンションが上がりますよね。
椅子や机の位置を調整します。これで全て完成です。写真を撮る角度から見てみましょう。なかなかいい感じに古民家をリフォームできたかと思います。それでは完成ムービーをご覧ください。和風×インダストリアルな部屋はいかがだったでしょうか。和風とインダストリアルインテリアはかけ離れているようで、意外と合わせやすい組み合わせなのかなと思います。ダークブラウン、ダークウッドが合うのかもしれませんね。古民家をリフォームするのもいいなと思った方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。